いやー、ジャンプ面白い。いやー、確かに面白いですよね。ジャンプね。ジャンプね。ラングジャンプ面白いですけどね。もう記憶がなくて、1週間後なぜか埋まってるんです。なんでだろう。いや、わからないんですよね、これが。寝言の内容は、だいたい2週間前の内容らしいんですよ。笑わせるなと。厳しいけど。どうも、声優の月城里奈です。本日はゲストに漫画家のとつのたかひで先生をゲストにお迎えしてお送りしていきます。とつの先生、よろしくお願いします。お願いします。月城から先生の紹介をさせていただきます。はい、お願いします。大阪府のご出身で、はい、著作、童貞カルタ、アリスと太陽など、漫画家として活躍されています。現在は、ヤングジャンプ編集部が運営するウェブ漫画サイト、隣のヤングジャンプにて、シーズビューティフルを連載中です。とのことで、はい、よろしくお願いします。今日はですね、とつの先生にちょっと聞きたいことがいっぱいあるんですけども、一番は、週刊少年ジャンプでの連載っていう、限られたものしか許されないところみたいなのあるじゃないですか。まあまあ、ちょっといただけなんでね、僕なんかは。自分で名乗ったことないんですよ。そうなんです。俺ジャンプ元連載作家みたいなことを自己紹介で自分で言ったことは一度もなくて、まあまあ、俺が言うみたいな感じがあって。そうなんです。いや、すごいことですよ。なんか一読者としてやっぱりジャンプで連載って、まあ頂点だなっていうイメージもあるんですけども、同時にめちゃくちゃやっぱ大変だろうなっていうイメージもあるんですよ。なので今日はちょっととつの先生にこの連載が決まるまでの苦労のお話とか、あとは実際にこう漫画家になって良かったこととかやりがいとか、逆にちょっとやらかしたなみたいなこととかも聞いていきたいなと思っております。よろしくお願いします。連載が決まるまでのお話を聞きたいんですけども、漫画家にこうなるきっかけとかってあったりしますか？まあ、ご多分に漏れず、まあ、みんな大体そうなんですけど、小学生とか幼稚園の時にノートに、ね、書きますね。あるでしょ。別にその漫画家になってる子たちじゃなくてもやってるじゃないですか。普通に働いてる人たちも子供の時書いてたああいうことですよ。ああいうのでずっとやってて、漫画描くの楽しい好きみたいな。で、多分ね、小学校高学年ぐらいから思春期始まって、なんか字が強くなってきて、なんか恥ずかしなってきて、なんか漫画一生懸命書いてるの恥ずかしいって、中学ぐらいまでノートに書いてたんですけど、全然言わなくて周りに。書いてることは内密に自分だけでっていう。そう、一番仲いい小川だけ捨てたんですけど。小川誰？一番仲いい。でももう本当内緒というか全然言わなくて。じゃあその時点では俺漫画家になりたいんだみたいな気持ちはあったんですか？なんか慣れたらいいなみたいな。なんかないですか、子供の時、何々屋さんになりたいとか、そう、アイドルになりたいなとか、あんなんですよ。なるほど、ふわふわとなりたいなみたいな思いはあったけど、大学は美大に行くことになって、デザインなんですけど、グラフィックデザインの道に進んで、書いてみたいなと思いながらも、いいやろと、プロの漫画家になれんやろと、ようなれんと、具体的な作品名出してあるかもしれないですけど、なんか当時に G 戦場ヘブンズドアってすごい名作漫画があるんですけど、日本橋陽子先生の、それがいわゆる漫画家漫画なんですよ。高校生の男の子たちが漫画家を目指すみたいな、その世界を目指すみたいな漫画なんですけど、それがあまりにも過酷に描かれてて、後年ね、日本橋先生ご自身に伺ったら、それはドラマやと、あれはフィクションというか、漫画ですよってことだったんですけど、ちょっと真に受けすぎちゃって、そっか、漫画家はやっぱこういう経験をしないとなれないんだっていう、ぐるっちまってわしには無理やと思って、まあ諦めて、で普通にグラフィックデザインの勉強をして、そのままデザイナーになった。デザイナーになったんですね。そうです、なったんですけど、なんかね、デザインの仕事しながら、これが果たして一生の仕事に俺はするぐらいモチベーションがあんのかとか、それはそれなりに大変なことあるわけじゃないですか、どんな仕事でも。そうですね。これずっと続けるみたいな迷いはあったんですね。迷いは結構ずっとあって、なんかこう面白いことをしてみたいなとか、自分のアイディアみたいなんで勝負してみたいなみたいな。なるほど。自分で作品を生み出したいなって。そうですね。デザインってすごいトップの人たちってもほぼアーティストみたいな人いますけど、結局はやっぱ依頼があって、問題があって何か、それに応えるっていうものなんですよ、デザインって基本的に。依頼者からこういうふうにやってくださいみたいに言われて、クライアントがいるというか、問題解決の手法ではあるんですよ、デザインって。じゃなくて、なんかこう一から、依頼じゃなくて一から作るみたいなことやってみたいみたいな。自分のアイデアと自分のそうですね。で作り上げていくっていう思いはずっとあったんですけど、たまたまなんですけど、大学の同級生がもう漫画家だったんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。まあそれこそジャンプの作家なんですけど。あ、すごいですね。そうなんですよ。それでまあ今でも仲いいんですけど、同級生がガチガチも活躍してて、でやっぱね、いろいろ話聞いたりとか、まあ飲んだりしてるとやっぱいいなみたいな気持ちもありつつ。なるほど、そっか、一度は漫画をふわふわと夢見てたわけですもんね。バリバリそっちに行った友達もいて、まあそういう姿を見て刺激もらってみたいなのもあって。あ、じゃあそこか
からじゃあちょっと漫画家になろうっていうふうに、そうですね、実際にジャンプにこう連載が決まるまでってどういう道のりがあったんですか？なんかね、まず最初に、そもそも漫画家になる話に戻っちゃうんですけど、おもころっていうサイトがあるんですけど、インターネットでなんか面白いことをしたい人たちの集まりのサイトみたいな。で、そこにいろいろ入ることになったんですよ、僕が。ってことで毎月なんか書いてねってなった時になんか何も思いつかなくて、じゃあ漫画を久々に書いてみようか。なんか子供の時はね、一生懸命書いてたから、今の大人になってね、美大も出て、何かしらの技術がついたんで、前よりマシなもん書けるんじゃないかっていうので、定期的に書き出したんですよ。そこで、なんかだんだんその気になってきて、楽しいな、やっぱこれみたいな。これ仕事になったらいいかも。で、同級生がそうやしっていうのも見ててっていうのがいろいろ合わさって、29歳でデザインとか、大阪でやってた仕事いろいろ辞めて、上京するわみたいな。漫画家なるわみたいな感じで言い出して、いや完全におかしいんですよ、様子が。もう絶対おかしいんですよ。気使っていただいてると思うんですけど。特殊なんだろうなって感じはしますね。29って本来帰ってくる年なんですよ。地元に。今から新しいことを始めようっていう年ではなかなか難しいかなみたいな。30になる前にみんな何かやるとかありますけど、上京じゃないですよ。逆に地元帰ってくる年なんで、そこまで様子おかしいと人と止めないんですよ。そうなんですか。これ本当豆知識なんですけど。じゃあ誰も本当友達とか親御さんとかも止めなかった。そう、遊べなくなるとか遠くに行っちゃうから寂しいから行かんでいいやんは言ってくれるんですけど、そうなんかそんな難しいってとか現実見ようやみたいな、そういうこと言ってる。まともなことは誰も言ってくれなくて、そこまで様子がおかしいってもう突っ込めないんですよ。で上京してみたいな。担当がつくんですけど、結局上京して半年後ぐらいに多分ジャンプの増刊でデビューするのかななんですけど、早いですね。そうです、ありがたいことにいろいろネームという漫画の設計図書いて、でジャンプの増刊でデビューして、始めてみたら割とトントンといったわけですよ。めちゃめちゃスムーズですよね。なんかなるぞと思って越してみたらトントンといったら、これは来たなと、これはいったと思ったら、そっから連載までが3年4年とかかかったのかな。なんでそんなにかかるんですか？まず第一僕あんまネーム書かなかったっていうのがあるんですけれども、とあとねやっぱねその連載会議っていうのがありまして。連載会議何ですか？連載会議って。そうですね。詳しくはバクマンを全巻読んでほしいんですけど、バクマンっていう漫画にちょいちょい読みました。全部書かれてるんで、もうそれさえ読んでくれれば全てがわかるんですけど。担当さんがついてなんかどうだこうだ言われるやつですよね。漫画のネーム設計図を3話分ですかね。でキャラカットってキャラクターの絵ちゃんとペン入れしたものも1つ2つ書いて、それをセットにして出すんですよ。編集担当に出す。担当から班長とか上に出してみたいな感じで会議にかかってみたいな。そうですね。担当ボツも当然あるんで、ネーム書いてもこれ出せないでしょみたいな。そうなんですね。担当ボツは3話分はさすがに書かんと思うんですけどね。ボツっていうとやっぱりその話があんま面白くないとか、キャラクターに魅力がないとか、そういう理由で落とされる。そうですね。いけると思えんみたいなことですね。厳しいですね。で連載会議だから担当チェック終わってチーフも OK で連載会議にかかって、連載会議で何十本ってなる中から次回じゃあノークールというか。選抜ってことですか？じゃあその連載会議で他の候補者とかももちろん。すごいオーディションですね。そうですね。元連載作家の人も当然出してくるんで、別に全員が新人ってわけじゃないんで。そうですよね。その中からじゃあ選ばれし者が連載の枠を勝ち取るっていう。そうですね。その中でさらにアンケートとかで何かが残っていくみたいなことなんで、かなりサバイバル。だから皆さん毎週2、300円でコロッセオを楽しめるんですよ。コロッセオ。漫画家サバイバル。うわ、楽しく読んでただけだったのになんか悲しい気持ちになって。もう別にそれを楽しむもんなんでね。別に漫画ってもちろん好みもあると思うんですけど、それでもやっぱりその連載の枠を勝ち取るっていうのは、ある意味こう大衆的に受けがいいとかそういうのもあったりするんですかね。あると思いますけどね。連載が決まった後はどうですか？どんな感じだったんですか？大変なんですけど、大変の質が変わるというか、なんか連載会議の時は僕も4回とか落ちたんですけど、そうなんですね。俺どうなんのみたいな、永遠に出し続けんねんみたいな、歯のないじじいとかなってまだこうプルプル出して落とされ続ける地獄が見えるんですよ。うわ怖ってなって、先の見えないしんどさ、恐怖だし、漫画家さんだからやっぱそのある程度書き上げて渾身の一作を出すわけじゃないですか。それも頭ごなしにいやこれはちょっとって言われちゃったりすると、続けていくモチベとかも絶対低くなっちゃうじゃないですか。1ヶ月とか3ヶ月かけて書いて、敗没ですってなったら
どうやって飯食おうとかもありますし、ですよね。そういうしんどさですかね、連載前は。なんか連載を持ってる方って締め切りとかそういうのに厳しいイメージがあるんですけど、苦労されたことってありますか？もう苦労のみ。苦労のみ。楽しいな、連載楽しいみたいなのはなかったですか？あんまなかったですね。あんまなかったんですか？なんか一説によるとね、爆売れするとあるらしいです。爆売れすると楽しいみたいになるらしいんですけど、でもそれもバトンと売れるとアドレナリンが出て、なんせ書けば書くほどみんなの反応があるんで、楽しいじゃないですか。でも楽しいで続けれるんですけど、そのアドレナリンが切れるとめちゃくちゃ売れててもめちゃくちゃ辛いらしいです。そうなんだ。でも楽しいって人も中にはいます。本当にずっと楽しいって人も中にはいて、それはやっぱ作家の中でももう一個あの人化け物だなっていう印象にはなる。もうちょっと格が違うぜってやつ。すごいなみたいな。肉体的に辛いっていうのがありますかね、やっぱね。あとはやっぱジャンプにこう連載を持ってた経験があるとのことなので、なんかジャンプならではのエピソードとかってありますか？これ絶対切らないでほしいんですけど、これ僕ジャンプを司るしものではないわけですよ。ミスタージャンプではなくて、ちょっといた人なんで、ジャンプで編集を何十年やっておりますみたいな人やと、多分ジャンプってこうだよってバシッと言えると思うんですけど、覗き見た僕の意見というか、イメージというかっていう感じだというとこだけはね、ちょっと前提として置いていただかないと、もう石が飛んでくるんで編集が多分 LINE が来ると思うんで、お前何知ったふうなこと聞いてんねんと。まあ多分言ってもいいとは全然思うんですけど、友情努力勝利、よく聞くジャンプって友情努力勝利。まあ僕も当然読者の時はよく聞くしそうやと思ってたんですけど、それは全く言われない。なんか友情努力勝利大事ですかみたいな、まあ編集とかそのイメージは確かにありますね。いや別にみたいな、何も関係ないですけど。そうなんですね。それこそ友情努力勝利ってこう編集部にバンバンバンって貼ってるとかいうことってもう全然ないんで。勝手なイメージですけど、やっぱジャンプってものすごいバトルとか、なんか少年同士の青春とか、涙と汗で生きてきたぜみたいなイメージが、熱いイメージがあったので、そうではない。まあ面白ければ OK。っぽいっすね。ただなんかそのジャンプを読んでジャンプで描きたいという新人の子が多いので、やっぱりその今までのジャンプの漫画に影響を受けて作家になってる子が多いんで、傾向というかテイストが似てくるっていうのはあると思うんですけど、別にね、なんか連載会議ですね、熱いものを持ってこいって言われるようなことはないし、友情努力勝利意識しとってやることも全くないし、あとまあもっと言うとその友情努力勝利っていうのを編集部側が言ったってこともないような気もするんですよ。よく考えたら。そうなんですね。読者のこの勝手なイメージで、どっかから出てきた。なんかインターネット調べるとなんかこう、なんか分け知り側の人がこう、ここの雑誌は原稿料こんだけでとかこんなんでって書いてますけども、ほとんど外れてます。あ、そうなんですか。分け知り側に気をつけろってます。分け知り側に気をつけろ。全然間違ってたりしますね。あとはそのジャンプっていうとやっぱりその読者アンケートみたいなのがあると思うんですけど、私も昔ジャンプの読者アンケート送ったことがあるんですけど、あれって編集の方って見てくれてるんですかね。一旦アルバイトの人が集計してますけど、でもまあ見てますね、当然。アンケートが大事っていうのはその言われてる通りなんですが、なんで大事かっていうと、なんか仕掛けた回とかがあるわけですよ。例えば、ライバル出そうとかヒロイン増やそうみたいな仕掛けた回があって、その回にアンケートドンと言うと、あ、やっぱこの子評判いいやんとかあるんで、なるほど、リサーチというか、次の週から展開変わんないですけど、当たり前ですけど、タイミング的に。でもなんかその何週か後とか次の月ぐらいから展開に影響したりするんで、そこが連載のダイナミズムかな。なるほど。SNS とかも発展してるじゃないですか。そういう SNS での評価とかも見てたりするんですかね。最近はそうみたいですね。以前はそこまで重要視されてなかったみたいなんですけど、なんかちょっとアンケートでやっぱ見てるのかなって思ってたんですけど、今はね、まあ一応そこも見てるようではありますけど、どの程度影響あるかわかんないですけどね。あとはとつの先生に聞きたいこととして、とつの先生から見たプロの漫画家とは。まあいろんな作家さんお会いしてきましたけどね、やっぱりね、読者を楽しませようとしているというか、自分自身のためだけに書いてるわけじゃないというか、当然まあ自分のために書いてるんですけど、その中で読んだ人のためにできることみたいなのを考えてるような気がしますね。プロ最初はやっぱ自分の書きたいものを書くが始まりだと思うんですけど、これを書きたいですって言って担当さんに出しても、その案が通らなかったりとかも多分あるじゃないですか。これだと受けが悪いから、もっとみんなが楽しいように書き直せみたいなのって正直気持ち的にどうですか？いや、ここ難しいんですよね、バランスが常に。
書きたいもんがまるまるそのダメっていうわけでもなかったりするんですよ。というかむしろ書きたいもんじゃないとダメなんですよ。どっちかっていうと。なるほど。なんでかっていうとやってみて分かったんですけど、あんまり書きたくないけど、受けるからみたいな。でも本当はやりたくないこと。やりたくないけど受けるからっていう感じで耐えれるしんどさじゃないんですよ。肉体的に。そうですよね。多分それ続かないんですよね。なんで続けるためにそもそもやりたいことをやるべきなんですけど、ただなんかとはいえやりたいことがあって、でその中から人に受けそうなもんは見つかるんですよ、絶対に。自分でもなんとなく分かるってことですか？多分ね、それはまだ編集の人と話し合ったりとかして、自分がやりたいことの中から一番こう伝わるであろうことを選んでいくみたいなことになってくるんじゃないですかね。なるほど、そっかそっか。そこのバランス見つつ、漫画を作っていくっていう。そうですね。好きなことみたいなのすごい大事な気がしますね。何事もやっぱ好きっていう気持ちがないと続かないんですもんね。自分はこれが好き、これがやりたい。でも編集に出した、あんま受けなかった、読者に見せたら受けなかったって時に、それがダメとも限らなくて、それを面白く見せるまだ技術が自分にないって説もあるわけですよ。なるほど。今の大ヒットの漫画でも、今まで1本2本やって、そこまで跳ねなくて、で今のやつが大ヒット、で蓋開けてみるとこれってなんか最初投稿した漫画と同じようなテーマやったりするってことがあるんですよ、結構。これは要するにこの時にはできなかった、その伝えきれなかった魅力を連載経て、その技術がついて面白くできるようになったっていう。実際はなんか軸変わってないなみたいなことは案外珍しくなくて。なるほど。ボツになったといえども、その要素が必ずしも全部ダメってわけじゃない。ダメってわけじゃないかなというふうに思います。その面白さを伝える能力が自分に、技術がいつかつくんであれば、その時できるかも。なるほど。連載してて大変なことって他にありましたか？連載始まる前と始まった後のもう決定的な違いがあって、書いたページ数なんです。もう明らかにその連載する前の1年とした年でも原稿を書いた枚数がもう桁違いなんですよ。そのぐらい違うって。もう全然違うわけですよ。なぜなら週に18とか19ページとか書いて、週に18、書いてるんで、僕たまに学生さんにね、1回ぐらい講義に行くことがあるんですけど、その美大時代のお世話になった先生が今教えてるところで、年2回が話しに来てみたいな感じで行くんですけど、その漫画のコースとかあるんですよ。そこに行くと卒業制作とかなんかいろいろあって、前期後期でね、なんか漫画作ったりとかするんですけど、もうなんか後期でなんか十何ページ書きますみたいな。卒生で後期で十何ページみたいなのがあったりするんですよ。1週間で書く量なんですよ。なんなら1週間で書く量以下なんですよ。週刊連載作家の、これジャンプに限らずですよ。学生さんがその数ヶ月かけて書くようなものは、てかページ数は1週間以下の話だったりするんですよ。やばいですね。だからそんぐらい物量の差がやっぱり出てきて、だからなんかそんぐらいの状態の子、学生さんとか投稿しようかなぐらいの頃の子にスランプなんですとかって相談されると、笑わせるなと。厳しいけど、そのスランプとかスランプじゃないとかいうとこにまだ行ってないからみたいな。そんなページ数しか書いてへんのに、スランプもクソもないよみたいな。もう何でも書けますっていう。ページめちゃめちゃ書くから、その悩んでる場合じゃないよっていう。もしプロになって連載持つってなったら、嫌がおうでも書かなきゃいけないっていう。そうなんですよ。連載会議中は先が見えない恐怖があったんですけど、連載決まったよって電話があってめっちゃ嬉しかったんですよ。通りましたみたいな。始まりますみたいな。よっしゃみたいな。来たってなりましたね。来たってなって、1、2秒ぐらいで来た。毎週書くのこれから俺みたいな。しかもジャンプは特別短いんですよ、始まるの期間が。他の雑誌に比べて決まってから。雑誌によっては決まってから半年後とか、もう下手し1年後とかの雑誌とかメディアもあるんです。それはちょっといろんなタイミングが重なってめっちゃ伸びるんですけど、ジャンプって決まっちゃうと3ヶ月後かなんかから絶対に始まるんですよ。もう逃げられないんですよ。確かに怖かったですけど、この物量俺は耐えれるのかっていうので、どうだったんですか？もう何年とか連載してる友達に決まってしまったと。決まってしまった。これできる気がせんっつって一応 LINE したら、ピューと吹くジャガーのジャガーさんのスタンプ、なんとかなるよみたいな。ああすごいなんとかなるとか言って、もう先にやったやつがなんとかなるってやんか、なんとかなるみたいな。アマちゃんとドラマがあって、アマちゃんとドラマを時々見てたんですけども、その時にそのなんかアマさんが出てくるんですよ。海に潜るね、アマさんのおばあちゃんが出てくるんですけど、おばあちゃんが海にねこう潜る前にいろいろ考えると、なんか貝取れるかなとか、海の具合大丈夫かなとかいろいろ心配するんだけど、そんなもんはもう飛び込んだ後に何の役も立たんというか、飛び込まんとわからんみたいな。だから悩むは飛び込んでからでいいみたいなセリフをなんか覚えてて、
大事なことって覚えてんすよね、人間。あ、そうなんですね。だからもう書き始める前に悩んでもしょうがない。もう飛び込んでからやな、全部っていうことで、連載ってものに飛び込んで、毎週19ページとか書いてると、もう記憶がなくて。記憶がない。いつもこの19枚の白紙があるわけですよ、目の前に。そうですね。毎週ね。書かなきゃいけない紙。真っ白がまずあって、無理やろ。絶対に埋まらん、今週は。もう今週こそは埋まらんと思うんですけど。1週間ですもんね。1週間後なぜか埋まってるんです。なんでだろう。いや、わからないんですよね、これが。今でもわからないんですよ。書き上がった記憶がないってことですよね。今も連載中なんですけど、今もだいたい毎週この気持ちですね。あれ、なんか出来上がってる。すごい。人を超えてるってこと。半歩人を超えてるというか。ジャンプで連載ってみんなそれやってるってことじゃないですか。そうなんですよ。というか週刊連載の人たちってみんなこれをやってるんですよ。もう週刊漫画雑誌でみんなこれやってて。ですよね。いろんな作家さんと会って飯食ったりしますけど、やっぱ週刊連載してる人ってなんかやっぱ一個化け物感がある。ちょっと違うなみたいな。怖いみたいな。そう感動したことがあって、なんかジャンプでちょうどやらせていただいてた時期にジャンプ展っていうのがあったんですよ。ジャンプ展。そう六本木の森美術館であって、その時期にちょうど連載始まるとこやったんで、まあちょっとだけ最後に参加させてもらって、ジャンプ展のレセプションパーティーっていうか、なんかまああるんですよ。その時にまあいろんな先生方がねいらっしゃってっていうことなんですけど、いい場所じゃないですか、言ってみたらね。そのね、六本木ヒルズのみたいな上の方の美術館で言ったらすごい場所ですけど、普通の感覚で言うとまあ景色もいいし、まあパーティーやったりとかきらびやかやったりとかね。誰もそんなの見てない。誰も見てない。バレてない。もうその担当と来週どうするの。パーティーですよね。一応。だからもう今連載してない人とか和気あいあいご飯食べたりしてるんですけど、もう今もう抱えてる人は来週どうするの。でもこの展開がとか、読者どうとか、漫画をどう面白くするかってことしかも考えてない。もうそこしか見てない人たちばっかりなんで、なんかすごい嬉しいし、自分もここで戦いたいと思ってすごい。まあ、浮ついてるでもないんですけど、いや、いいんですよ。別に景色撮ってインスタ上げてくれてもいいんですけど、なんかほんまこうなってる人たちばっかりっていうのが、なんかやりがいがすごいあるというか、ここで殴り合えんのやったら本も、なるほど。ここで死ぬならそれでええ。これでいいみたいな。変なスイッチ入っちゃって。あ、でも憧れって結構そういうところにありますもんね。なんか、あ、これかっけえなみたいな。そうですね。全員が全員本気ってとこに行きたかったんだ俺はと思いました。別の作家さんなんですけど、まあ夜寝てると、寝てて、でその人ご結婚なされてて、奥さんも同じ寝室で寝てて、でその作家さんがこう寝言を言ってる、寝言言ってるんですけど、寝言の内容がだいたい2週間前の内容らしいんです。記憶の処理が追いついてなくて、脳が追いついてないってことですか。2週間前のことを今脳が処理してるらしいんです、寝てる時に。もうなんか人間じゃない。いや怖い怖い怖いってそれ聞いて。そのぐらい自分のその行動と脳のキャパに差が出ちゃうってことですぐらいのねことになる人もいるっていう。まあでも個体差すごいあるんで、鼻歌混じりにニコニコ機嫌よくやり続ける人もいるし。すごいなんかバトル漫画にいません、そういうなんか狂気じみてて、そうひょうひょうとしてて強いやつ。ゾッてするみたいな。思わずこう間合い取っちゃう。そういうキャラたちもいますね。僕と踊らないみたいな感じでやってて、ひょうひょうとしてる。めっちゃ強いやつみたいな。すごい漫画家さん自身が漫画の登場人物みたいですね。そういう人たちいますやっぱり。漫画だなこの人みたいな感じしますね。皆さん健康第一で。はい。体壊して何もできませんからね。健康第一でやっていこうと思います。とつの先生、今日はありがとうございました。貴重な連載作家さんのお話を伺えて、とってももう本当に楽しいなって思うと同時にちょっと怖いなって思いました。楽しいですよ。ありがとうございます。みんなしようね、連載楽しんでね。最後にとつの先生からお知らせなどあればお願いします。現在、隣のヤングジャンプというメディアで、シーズビューティフルという漫画を連載しております。基本毎週更新ですんで、ぜひぜひ読んでください。現在3巻まで出てますんで、多分ね、初映がどっかに差し込まれると思うんで、どっかしらにお願いします。お願いします。とつの先生、今日はありがとうございました。それでは動画を見てくださった皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。